こんにちは、すみれです。今日はこれから発売される、もうね発売されているところもありますが、レトロパレット、こちらについて迷われている方のために、そしてもう少しどんなパレットなのかね、詳細を知りたいといった方のために、私の方で分かっているね情報を皆さんに共有したいと思います。まずこのパレットはナターシャ・ディノーナのフルサイズのね、こういったタイプのものとは違ってミディアムサイズのものになります。サイズ感の違いとしてはこのぐらいね違いがあるんですけども、このミディアムサイズの方は裏側に穴が開いていて、色のカスタマイズっていうのがねできます。後ろから爪楊枝とかでね押してあげるとアイシャドウを取り出して、そして並び替えをしたりとかね、お手持ちのマグネットの磁気パレットに、ね、並び替えることもできたりします。で、価格なんですが、フルサイズは$129なのに対してこちらのパレットは$65になっています。で、フルサイズはね1色あたり 2.5g 入っているんですけども、このミディアムサイズにおいては1色あたり 1.28g 入っているので、容量が半分ぐらいになる代わりに価格も$65とね半分ぐらいに抑えられているものになっているんです。そして今回のレトロパレットに関してなんですが、そもそもこのミニレトロパレットといったミニサイズの5色パレットがあります。で、こちらのパレットなんですけど、これはねレビューこれからしようかなと思っているものなんだけども、ここに入っているこのピンクとかモーブ系ですね、そういった色味をさらに展開して、今までのねミディアムサイズのパレットの中にはグラムパレットといってクールトーンのパレットね、ニュートラルからクールトーンのパレットが入ってると思うんですが、そちらの姉妹みたいな形で、このモービーのヌードシスターみたいな形で今回のレトロパレットができたんです。で、このパレットを見た時にでもこのミニパレットにあるこのグリーン系とかね、ちょっとトープ系のね、トープグリーンというか、そういった色味全然ないなと思われてる方、そういう方に関してナターシャは I'm not done と言っています。つまり Retro is not done まだねレトロパレットは終わっていないということなんですね。なので、もしグリーン系とかが良かったっていった方は今後に期待だと思います。今回に関してはもう少しピンクとかね、モーブ系、そういった色味の展開でこちらのねクールトーンのパレットを作ったといったことでした。そしてこちらのパレットね、もう少し詳細をお話ししていこうかなと思うんですけども、この全15色入っている中で5つの質感が入っています。1つ目、デュオクロームといった質感で、光によって色味が2色ぐらいにね見えるようなもの、そちらが1色入っています。次にマットの質感でクリーミーマット、これはナターシャ・ディノーナの典型的なねマットの大人気の質感で、本当に滑らかで綺麗にブレンドもできて発色も良いものになるんですが、そちらが4色。そしてクリーミーパウダーといって、後にねまたさらに紹介されたこのマットの質感なんですが、クリームとパウダーの中間ぐらいのテクスチャーなんですね。なのですごくしっとりとした色の出方をしてくれます。こんな感じで違うんですけども、上がクリーミーマット、下がクリーミーパウダーで、ちょっと他のパレットからねお見せしますが、このクリーミーパウダーの方がしっとりしているのが分かりますかね。こういった違いがあるんですけども、質感が違うことで色の強さとか、あとはブレンドのし具合が違うので、自分がしたいルックに応じて質感を使い分けることができるので、とても使いやすいパレットになっています。もしメトロポリスパレット使われたことがある方であれば、そこに入っているクリーミーパウダーと同じフォーミュラになっているとのことです。そしてメタリックの質感が4色、最後にスパークリングの質感が1色の全部で15色になっています。私はこのまずマットのバランスもね、クリーミーマット、クリーミーパウダーが4色5色で半分ずつぐらいですごくバランスも取れているし、メタリックも同じぐらいの容量で入っていて、何よりこのスパークの質感は今回のパレットが一番いいんじゃないかなって思うぐらい、ものすごく私が好きな質感の仕上がりになっています。こちらのスパークはミニレトロパレットに入っているこちらのスパークと全く同じフォーミュラということなんですね。で、こう見てみると質感がねすごくちょっとフレーキ状な感じもしつつ、グリッターが入ってるような感じにも見えると思うんですね。で、これのいいところっていうのは、実際にこうスウォッチしてみますね。そうするとこう肌に溶け込む感じになるんですよね。このグリッターも全然してないし、ラメ感もうるさくないし、だけど光によってこのラメ具合がとっても綺麗に見えるんです。このフォーミュラは今までの
の中で私は一番好みに合っているので、これが入ってるならね、私は一押しできるかなと思います。で、あとはね、このパレットなんだけども65ドル、そして動物実験をしていないクルエリティフリー商品になっています。ただビーガン製品ではありません。で、このビーガン製品は何かっていうと、商品のね製造過程において一切動物由来のものを使っていない製品になるんですけども、こちらは虫由来の色素を使っていたりもするので、動物由来のねものを使っているということでビーガン製品ではありません。なのでよくクルエリティフリーってやって、動物実験をしていないっていうことだったら、動物実験もしていないし動物由来のものを使われてないんだなっていうのではなくて、実は動物由来のものをいっぱい使っていても最終的にそれで動物実験をしていなかったらクルエリティフリー商品になるので、もしねそこも気にされる方であったらクルエリティフリー商品なおかつビーガン製品っていうのを選ぶと安心かなと思います。あとはパラベンフリーのイタリア製になっています。で、こちらのパレットの中に実は3色リピートされている色味があるんです。で、この3色はどのパレットで使われていたかというと、フルサイズのリラパレットから3色入っています。で、こちらがリラパレットなんですけども、ここに入っているこちらのアマラの色味、そしてヌードモーブの色味、最後にヒディオの色味、こちらの3色の色味がリピートシェードとして同じ色味がここに入っています。で、理由としてはまずね、このリラパレットはもう生産が終了となって売り切れたらもうねこれからは販売されないということなので最後になります。このパレットはね、ナターシャが大好きなね色味がいっぱい詰まってるものだったんだけども、特に大好きな色がこのアマラとヌードモーブ、そしてヒリオの3色だったらしいんですね。なのでこれはナターシャもこの色味が必要とのことで、やっぱりパレットにねまた今後も入れたいと。で、それで選ばれたのが今回のレトロパレット。色の相性もとってもいいし、それだけにこれは限定版ではなくてもうずっと買えるようなね通常商品になっています。ということで、リラパレットねまだ使ったことがないとか、ちょっと買ってみたかったんだけどフルサイズだしなかなか手が届かないなって方いらっしゃったら、こちらでねこの色味3色入っているので、このレトロパレットで試すことができるかなと思います。で、基本的にねこのナターシャ・ディノーナのパレットっていろんな種類があると思うんですけど、フルサイズとミディアムサイズね、ナターシャの方でも言っていたんだけども、このミディアムサイズの方っていうのはどちらかというと日常使いもしやすいし、あとは持ち運びもしやすいね、そういった使いやすさの利便性とかも考えられているようなものになっていて、フルサイズの方はもう少しねこのアーティストチックというか、ものによってはちょっと方向性をねかなりカラフルなものに行ったりとか、ちょっとこの冒険したりとかね、そういった色味になったりとかもしているので、アーティスト向けだったりとか、あとはねいろいろ試してみたいという方はフルサイズもとっても気に入るかなと思うんですけども、あとはミニサイズのねパレットも私も3つぐらい持っているんだけど、みんなそれぞれいいからこのミニサイズで試すのもいいんじゃないかなってとても思ったりします。ということで、こちらのレトロパレットね迷われてる方がいらっしゃったら、こちらの動画何かしらね参考になれば幸いです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。